産後ダイエットに成功したこの視聴者さんがどんなメニューやってたか気になりませんか？ズボラストレッチを約半年間ぐらいやってきてるので、ちょっとずつメニューが変わってきてるんですが、一番最初にやってた全身のメニューを一つの動画にしてご紹介します。これだけ結果が出てるので、他にもどんなことしたのか気になる方多いと思うので、特別にこの視聴者さんのインスタのダイエットアカ概要欄でご紹介しますので、ぜひ見てみてください。本気で痩せたい人は、二の腕、お腹、太もも、気になるところをビフォーアフターメジャーで計測してみましょう。こんにちは、深井です。床にスマホを置いて、あぐらをかいて、頭の後ろで手を組みましょう。肘を膝にタッチしましょう。脇腹の筋肉を伸び縮みさせてます。膝は動かさずに、肘を膝にタッチしましょう。呼吸を止めないようにすることと、 NG パターンは骨盤がこうやって寝て猫背になってしまうと NG です。できる限りぐっと骨盤を立てて行いましょう。骨盤立たない方はお尻の下にクッションやバスタオルを入れてみると骨盤が立ちやすくなります。よし OK。 次は後ろで手組んだまま、このままですね、ぐっと背中腰を丸める、軽く反らせる、ぐっと丸める、軽く反らせる。反らせるときに腰が痛くならない範囲で行いましょう。この丸める動き苦手な方多いので、腹筋使ってしっかり丸める、ゆっくり反らせる。呼吸は止めないように意識を続けましょう。この丸めるときはちょっと骨盤が寝て猫背になって OK です。ぐっと丸めましょう。よし OK。 次は両手を万歳します。手のひら外向けてぐっと肩甲骨寄せる。後ろから見ると両手を万歳、手のひら外向けて肩甲骨を寄せる。両手を万歳、手のひらは外向ける、肩甲骨を寄せる。これを繰り返していきましょう。背中、肩甲骨周りの筋肉を使ってます。猫背の方とかはこの肩甲骨同士を寄せるっていう動きが結構苦手な方が多いです。猫背にならないように骨盤立てて行うと良いと思います。ラスト1回。よし OK です。次は両手で自分の体をぐっと抱きしめましょう。でぐっと開く。両手で自分の体をぐっと抱きしめる。この時に腰、背中丸める。開いてちょっと肩甲骨寄せて抱きしめる。腰、背中丸める。ゆっくりで大丈夫です。限界まで開いてゆっくり抱きしめましょう。ぐーっと呼吸だけね止めないようにしましょう。開いてラスト1回抱きしめましょう。 OK。 次は両手で肩甲骨の上の方を触りましょう。でこの状態で左右に体を倒します。二の腕、脇の下、脇腹あたりが伸びてれば OK です。できたら骨盤は立てて行いましょう。しっかりねこの手が肩甲骨届くようにしましょう。肩甲骨届かないって方はね、無理なくできる範囲で OK です。肩が痛いよって方は痛みない範囲で行っていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。おし OK。 右腕、手と肘を床につきましょう。左手万歳して真横に体を倒していきます。左の脇腹、脇の下あたりですね、伸びてれば OK です。呼吸を止めないようにして手はなるべく遠くへ伸ばしましょう。余裕があればちょっと斜め前にも倒してみると良いと思います。こう広背筋というね、背中の大きい筋肉を伸ばしてます。いろんな角度で伸ばして一番伸びるなって方向を見つけてみましょう。よし OK です。次左手、肘をべちゃっと床につきましょう。右手を万歳してぐーっと左に倒していきます。この動画3分と物足りないので、もっとやりたい方ね、お腹周り痩せたい方向けと反り腰の方で反り腰の方向けの下半身の動画概要欄におすすめを貼っておきますので、3分じゃ物足りない方はね、ぜひこのまま続けてやってみましょう。コメントいただければ必ず返信します。インスタ、ツイッターの DM もね、もしいただければ必ず返信しますので、遠慮なくどんどん質問してください。 OK です。お疲れ様でした。次は座ったまま二の腕のストレッチです。二の腕に脂肪がつく理由は筋肉を使わなすぎ、筋肉が硬い、猫背、この3つです。
この動画には二の腕の脂肪撃退と肩甲骨を動かして正しい姿勢を作る種目が入っています。コメント欄で二の腕の2週間チャレンジ一緒に頑張りましょう。これじゃ深いです。右手と左手握手をして、肘をしっかり曲げ切る、伸ばし切る。ゆっくりでいいので、しっかり曲げ切って伸ばし切ることを意識しましょう。この動画は立った状態でも座った状態でもやりやすい方でできます。二の腕の筋肉を伸び縮みさせることと、後半では姿勢を良くして二の腕に脂肪がつきづらくする種目も入ってます。頑張っていきましょう。 OK。 次は両手を横に広げます。内外にねじっていきます。しっかりねじる。こう左右互い違いにねじってます。なるべく肩がね下がらないように水平を意識してねじりましょう。呼吸を止めないように意識を続けましょう。 OK。 次は肩甲骨を触ります。右手伸ばす、左手伸ばす、右手伸ばす、左手伸ばす。伸ばした後は肩甲骨触る。しっかり伸ばしきる。ゆっくりで大丈夫です。しっかり伸ばしきりましょう。伸ばしきるときに二の腕の筋肉を使ってます。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 次は体の前でくるくる回しましょう。余裕があればね、ちょっと右にねじって回したりとか、左にねじって回したり、逆回しもねやってみるといいと思います。顔に手が当たらないように意識をしましょう。くる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 急いで回す。なるべくこう下がらないように高い位置でね回しましょう。きつい。よし、 OK。 次は手のひらを前向けて指先下向けてくるくる回します。しっかりね肘を伸ばしきった状態で大きく円を描きましょう。余裕があれば逆回しやってみましょう。指先は下向きです。 OK。 次は手を肩に添えて大きく肩甲骨回しましょう。こう後ろ回しですね。ゆっくり後ろ回しで、急がなくていいので普段動かさない範囲まで肘上げて肩甲骨寄せる。ゆっくりでいいから肘を上げてゆっくり肩甲骨寄せる。ラスティックいきましょう。ゆっくり限界まで上げてゆっくり寄せる。 OK です。次は左手を右足に乗せます。前に体を倒して左向きます。ここのストレッチです。左手の三角筋という筋肉を伸ばしてます。こう手を上げるときに使う筋肉なので、今までの種目でね使ったのでしっかり伸ばしましょう。 OK。 次は左手で左肩甲骨を触ります。右手でグッと倒します。左の二の腕をストレッチしています。二の腕、脇の下あたりですね。左手はしっかり左の肩甲骨触っておきましょう。届かない方はねできるところまでで大丈夫です。二の腕、脇の下伸びてれば OK です。よし、 OK。 次は右手を左足に乗せましょう。体を前に倒して右向きます。右のねここ三角筋という筋肉を伸ばしてます。呼吸を止めないようにしましょう。ここをしっかり伸ばすと肩こりも楽になるのでね、しっかり伸ばしていきましょう。よし、 OK。 最後は右手で右肩甲骨を触った状態で左手でぐっと肘を上げていきます。右の二の腕、脇の下伸びてれば OK です。右手はしっかり右肩甲骨触っておきましょう。あくまでこれ二の腕肩周りのストレッチなので、骨盤周りのストレッチも行うことで正しい姿勢をね維持できるようになるので、おすすめの動画を概要欄に貼っておきます。ぜひ時間ある方このまま続けてやってみましょう。お疲れ様でした。あぐらの状態から片足を抱えて足が胸につけば OK です。皆さんどうですか？つきましたか？そのまま反対の足も足が胸につくかやってみましょう。どうでしょう？つきますか？つくかどうか確認したら一回足を床に下ろしましょう。まずは足の裏を合わせて膝を外に開きましょう。で、この状態でパタパタ動かしましょう。痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。
どっかを伸ばすというよりも、外に開くという動きがしたいです。こうお尻が大きい人のほとんどがこう内股気味で外に開く動きが苦手なので、ゆるーく痛気持ちいいぐらいで外にパタパタ開きましょう。よし、 OK。 次は手を使って膝を外にぐーっと開きます。結構ね、硬い人にとってはきついと思います。で、あんまり肩にこう力入れすぎないようにしましょう。ちょっと腕を置くぐらいでも重力があるので十分ね、効くと思います。よし、 OK。 次は足をこう伸ばします。ちょっと開脚するぐらいですね。で、この状態で股関節を内外にねじります。で、多分外に開くの皆さん苦手なはずなので、外にしっかり開く。外が得意な人は内にしっかりねじる。よし、 OK。 次はあぐらかいた状態で右足を左足こっちに持ってきます。このまま膝をぐっと抱えます。右のお尻を伸ばしてます。体を足につけるんじゃなくて、足を体にぐっと引っ張りましょう。で、なるべく胸を張るとより伸びると思います。膝をね、お腹の方にぐっとつけるとさらに伸びます。肩は力入れすぎないように意識をしましょう。OK。 次は右足を前に出した状態で真正面に倒れます。右のお尻をストレッチかけてます。あんまり伸び感がないよって方はもうちょっと前に足を出してみたりとか、逆に左足に右足を乗せてみたりとか、右のお尻が伸びるところ探してみましょう。右のお尻がね、伸びてれば OK です。呼吸は止めないように意識しましょう。右のお尻伸ばすのが目的なので、多少ね、体勢はお任せします。 OK。 次は横から見せますね。左膝立てた状態で右足を乗せます。この状態作りましょう。右のお尻を伸ばしてます。膝がこっちに来ちゃうと伸びないです。膝をね、こっちに入れておきましょう。で、余裕があればこの足を胸にちょっとこう近づけると、より右のお尻伸びてきます。肩はあんまり力入れすぎないようにしましょう。きつい人はね、これぐらいでも全然 OK です。十分伸びると思います。よし、 OK。 で、最後これ一番きついストレッチいきます。こんな体勢作れますかね。右足を前に出す、卍みたいな感じですね。で、体を正面に倒す。これも右のお尻伸ばすことが目的です。この足がね、もうちょっとこう来たりとか、この右足もうちょい前出したりとかお任せします。右のお尻が伸びる位置探してみましょう。で、余裕があるよって方は体を真正面に倒すっていうよりも右斜め前に向かって倒すともっと伸びます。よし、 OK。 次左足やっていきます。あぐらの状態から左足を右に持ってきます。これで左の膝をお腹にぐーっとつけましょう。左のお尻伸びる感覚があれば OK です。で、あんまりね、肩に力入れすぎないようにすることと、猫背にならないようにぐっと胸張っておきましょう。より伸びてきます。で、膝もね、しっかりお腹にぐーっとつけておきましょう。この左のお尻で伸びてれば OK です。そんなにね、きついところまで伸ばせなくても大丈夫です。次は左足を前に出します。そのまま正面に体を倒していきます。左のお尻が伸びてれば OK です。伸びない方、角度調整してみましょう。もうちょっと左足を前に出してみてもいいですし、逆に左足を右足に乗せてもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。で、膝がこう入っちゃうと伸びないので、膝はなるべくね、外にグッと開いたまま体を前に倒す。左お尻伸びてれば OK です。よし、 OK。 次横向きから見せます。この体勢を作って右足に左足を乗せます。で、足と胸をなるべく近づける。で、この膝がこっちに入ると伸びないです。
外にね、ぐっと開いておきましょう。こういう感じです。で、膝が多少こう内に入ったりしても、目的は左のお尻伸ばすことです。左のお尻伸びてれば OK です。余裕があればもうちょい手前に引くと良いと思います。 OK。 最後きついマンジストレッチいきましょう。左足を前にしてこんな感じでマンジです。真正面に倒します。左のね、お尻伸びてれば OK です。余裕がある人はこの足もうちょっと前に出したりするときつくなります。きつい。逆にこの足ね、もうちょっとこうしたりとかしても大丈夫です。で、右と同じように体をね、左斜め前にねじりながら倒すとよりきつくなります。呼吸止めないようにしましょう。で、物足りない方はこのお尻伸ばした後に行うとおすすめなお尻を使うトレーニング、動画を概要欄貼っておきますので一緒に頑張りましょう。 OK です。お疲れ様でした。あぐらの状態から片足を抱えて足が胸につけば OK です。皆さんどうですか？ビフォーアフターで変化出ましたか？そのまま反対足も足が胸につくかやってみましょう。どうでしょう？変化出てますか？次は座ったまま足痩せマッサージです。ここがなかなか細くならない方は筋膜の硬さや筋肉の緊張が原因かもしれません。毎日ストレッチ動画の前にマッサージを入れてみましょう。体育座りの状態を作ってふくらはぎと太ももの脂肪をゆらゆら揺らしていきます。足全体の血流を良くすることが目的です。つま先を浮かせててもつけててもどっちでも大丈夫です。もう脂肪をね揺らすイメージです。できる限り小刻みに大きく揺らしましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。この次からマッサージやっていきます。右足を伸ばします。前ももを奥から手前に向けて両手でマッサージしていきます。触ると張ってるところ、ゴリゴリしてるところがあると思うので、そこを重点的に行っていきましょう。両手使ってね、力みすぎないようにやりましょう。手のひら使ってもいいし、こうやって揉んでもいいです。やりやすい方をね、自分で探してみましょう。こうやって拳使ってもいいです。手前に向けてマッサージしていきましょう。次は膝周りのお肉、マッサージしていきます。この内側ね、気になる人が多いので、こうやってつまんでいくイメージです。痛気持ちいいぐらいの強さで大丈夫です。こうやってね、つまむ。つまめない人は、こうやってさすってもいいです。できたらね、こうやって、特に気になるところをつまんであげると良いと思います。で、太ももが、力入ってると、マッサージの効果半減してしまうので、力抜ける体勢をね、自分で探してみましょう。よし、OK。次は、外もも。こっち側です。これも奥から手前に向けて両手でマッサージしていきましょう。肩とか腕、力入りすぎると終わった後に疲れちゃうんで、適度にね、力抜いて痛気持ちいいぐらいで、拳使ったりとか、手のひら使ったりとかね。もしくはこうやって腕使ってもいいと思います。やりやすい体勢見つけましょう。あと太ももね、力入りすぎないように意識しましょう。よし、OK。次は、右膝を曲げます。内ももマッサージしていきます。膝から手前に向けて、マッサージしていきましょう。手のひら、拳、もしくは両手使って、どんな体勢でもね、内ももが力抜けている状態で、手前に向かってマッサージしていきましょう。痛気持ちいいぐらいの強さがいいと思います。付け根はね、後で重点的に行うので、内もも全体にマッサージしていきましょう。マッサージだけしかね、やらない日があっても僕は良いと思います。OK。次は、股関節付け根。ここですね。マッサージしていきましょう。右足伸ばした状態で、付け根あたりを手のひら使って揉みほぐしたりとか、もしくはね、痛みが大丈夫な人は親指使ってもいいです。ゴリッとしたのがあるはずなので、付け根のあたりマッサージしましょう。で、どの種目もどこを押すとかどの強さが正解とかはないです。力が抜けている状態で揉みほぐすのが目的なので、ほぐれてるなというところを位置とか強さ見つけてみましょう。OK。次、もう一回右膝曲げます。これで付け根マッサージしていきます。僕は両手でね掴むといいんじゃないかなと思います。
こう膝曲げて力抜いた状態を作って、こうやって揉んでいくといいと思います。片手でも両手でもいいですし、もちろん手のひら使ってこう手前に流す感じでもいいです。ただ付け根は特に厄介なので、こう両手でね、硬いところをほぐしてあげるといいと思います。こう女性はあざになりやすかったりするので、痛気持ちいいぐらいでやると良いんじゃないかなと思います。よし、OK。次は左足を前に伸ばして、左の前ももを奥から手前にマッサージしていきましょう。こう左の前ももが力抜ける位置を探してみましょう。ちょっと膝曲げてる方がね、逆に前もも力抜けるって方もいると思います。こう手が疲れないようにこうさする感じでね、奥から手前に硬いところ見つけて、そこはこう重点的にねやっていきましょう。呼吸は最後まで止めないようにしましょう。こう筋肉を柔らかくして痩せるには、マッサージして揉んだ後にストレッチするとね、組み合わせとしては最高だと思います。 OK。 次は膝肉をつまんでいきましょう。特にね、この内側とか気になる方多いので、つまんでこうほぐしていきましょう。つまめない方はね、こう手のひらでさする感じでももちろん大丈夫です。ちょっと膝曲げてもいいと思います。足のね、力が抜ける状態を探してみましょう。で、よくこのマッサージ、ストレッチの前後どちらがいいかって言われるんですけど、理想は前後両方やったらいいと思います。ただね、どちらか1回だけだとしたらストレッチの前が良いんじゃないかなと思います。 OK。 次、外ももマッサージしていきます。奥から手前に向けてマッサージしていきましょう。こうやって片手でね、手のひら使ってやってもいいし、拳でやってもいいし、両手でやっても良いと思います。で、もちろんこのズボラストレッチ、このマッサージもそうですけど、毎日やらなくてもいいです。毎日がもちろん理想ですけど、習慣化することが目的なので、週に1回でもね、2、3日に1回でもいいです。習慣化できるこうタイミングというか周期というか、自分でね探してみるといいと思います。よし、 OK。 次、内ももやっていきます。左膝を曲げて奥から手前に向けてマッサージしていきます。こうほんと揉み方はね自由でいいです。こうやって揉んでもいいし、手のひらでやってもいいし、拳でやってもいいし、左手でも右手でもどっちでも大丈夫です。無理なくね続けられる体勢、やり方を自分で探してみましょう。奥から手前にね、で呼吸は止めないようにと、あんまり肩に力入りすぎないようにしましょう。よし、 OK。 次、もう一回左足伸ばして付け根マッサージしていきましょう。こう特にね多分ゴリッとしたところがあるんじゃないかなと思います。このコマネチのラインをねマッサージするイメージです。ゴリッとしたの見つけたら重点的にこうやって揉んだりさすったりしてあげましょう。こう前ももばっか使っちゃってこの付け根がね硬い人はこういうマッサージすると一気に前ももの張りが取れたりもします。で、やる気になる前にやる気になるために、できたら足の写真を撮るかメジャーでね太ももを測ると成果が上がるので良いと思います。最後、左足曲げて内もも付け根マッサージしていきます。で、よくね食事制限した方がいいんですかって聞かれるんですけど、もちろんした方がいいんですけど、ちなみに僕はしてません。してないんですけど、こうやって毎日ねズボラストレッチやってもうジーパンもゆるゆるです。あくまでした方がいいけど無理にする必要はないって感じだと思います。で、この動画の後に内もも前もものストレッチ動画やったら最高なので、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひ続けてできる人はねそのまま続けやってみましょう。よし、 OK。 お疲れ様でした。次は上向きに寝ましょう。ベッドでも床でもどこでも大丈夫です。皆さんが気になる内もも痩せを一緒にやっていきましょう。内ももの付け根の脂肪だけ狙い撃ちします。まず仰向けで寝ましょう。両膝を曲げた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももを使っている感覚がない人はスマホを持っていない方の手で内ももを触りながら足を閉じてみましょう。内ももの筋肉に力が入っている感覚があれば OK です。股関節を限界まで外に開いてから内ももを使って閉じるとより効果的です。次は左足だけ立てた状態で右足は伸ばして右足だけ股関節を外に開く、
内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。足を外に開くときは床につきそうになるまで下げましょう。そこから内ももを使って閉じましょう。硬い人は膝が多少曲がっても大丈夫です。内ももの付け根を使う意識だけ忘れないようにしましょう。この動画で一番大切なのは最後の2種目です。一番内ももを使う種目と一番最後が使った内ももを伸ばすストレッチ。動画を途中でやめると効果が半減してしまいます。最後まで一緒に頑張りましょう。次は左足を行います。右足は立てたままで、左足はしっかり伸ばして外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももの付け根に脂肪が溜まりやすい理由は、本当に股関節を外までしっかり開いた時にしか使えない筋肉なんです。だから日常生活ではほぼ使わなくて脂肪が溜まってしまいます。この動画では股関節をしっかり外まで開いて、内ももの付け根の筋肉を使って足を閉じましょう。次は股関節を片足ずつ内にねじります。内ももの付け根を使ってゆっくり膝を内側に入れましょう。股関節付け根からねじるイメージです。骨盤が多少浮いても大丈夫です。お尻の外側を使って内に倒すこともできるのですが、内ももの付け根を意識して内に倒しましょう。ズボラストレッチの動画は何個か組み合わせて1回に30分ぐらい行えると良いと思います。なぜなら体が温まってからの方がストレッチの効果が出やすいです。一つの動画だけだと体が温まったぐらいで終わってしまいます。かかとを体の方に引きましょう。お尻とかかとをくっつけるイメージでそのまま股関節を外に開きます。かかとをお尻に近づけた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。1番のストレッチと同じ動きなのですが、膝を曲げてる角度がきついので1番よりきついと思います。内ももの付け根を使って閉じることを意識し続けましょう。普段椅子に座っている時に膝と膝をつけたまま座っているのが苦手な人は、膝同士をつけてるだけでも内もものトレーニングになります。ぜひ仕事中や授業中にやってみましょう。次は右足だけ浮かせて膝を伸ばした状態で大きく内回しにくるくる回しましょう。内に入れるときに内ももの付け根を使いましょう。低い位置で小さくくるくる回しているのが楽なのですが、なるべく大きく回しましょう。この動きで腰が痛い人は左膝を曲げてもらっても大丈夫です。その状態で大きくくるくる回しましょう。次は左足も同じように行います。左足を浮かせて大きく内回しに動かします。膝はなるべく伸ばしておきましょう。この動画では内ももの付け根を集中してストレッチを行っていますが、この動画だけを習慣化して内ももの付け根の部分痩せを狙うよりかは、股関節全体のストレッチをして足全体を細くする方が効果が早いと思います。腰が痛かったら右膝曲げていただいて大丈夫です。次は右の股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使って足を上げましょう。つま先は外向けておきましょう。もし内ももの付け根が動いている感覚がない人は、股関節が外に開いてない可能性が高いです。股関節付け根から外に開いてつま先が外向いているのを確認した状態で足を上げましょう。それでも内ももの付け根を使っている感覚がない人は、空いている手で内ももの付け根を触りながら行ってみましょう。触ると動いている感覚を感じることができると思います。次は左足も同じように行います。股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使ってゆっくり足を上げましょう。これはすごい地味なんですが、恥骨筋という筋肉を使っています。
もし興味がある人は概要欄に恥骨筋についての URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。この動きでも腰が痛い人がいると思います。その場合は反対の足を立てて行いましょう。6分間かけて内ももの付け根の筋肉ばかりを使ってきました。最後の種目は内ももの付け根を伸ばすストレッチです。しっかり最後まで行いましょう。動画と同じように手で足の裏をつかみましょう。スマホは一回床に置きましょう。掴んだ足を体の方にぐーっと引きましょう。裏もも、内ももが伸びていれば OK です。もし伸びる感覚がない人は少し角度を変えてみたり、つま先を自分の方にぐっと寄せてみたり試してみましょう。硬くて足の裏に手が届かない人は太ももを持っても大丈夫です。こんな感じです。内もも、裏ももが伸びていれば OK です。これも伸びないという方は足パカでも大丈夫です。最後に内もものストレッチを行うということをお伝えしたいです。この動画が終わった後に行った方がいいストレッチを概要欄に貼っておきます。今日もお疲れ様でした。次も寝ながら足痩せです。疲れてきた方は一回停止して水分補給したり休憩しましょう。こちら深いです。寝ながら内ももの脂肪を撃退して太ももの隙間を作ります。まずは右足を左足に乗せます。この状態で右の付け根をマッサージしていきましょう。スマホを見ながら片手でもマッサージできます。膝のあたりから付け根のあたりまで指で揉んでみましょう。右足に力が入らないように意識をしましょう。痛気持ちいいぐらいの強さで行うと良いと思います。柔らかくしましょう。この動画は、30秒おきに種目が変わります。こんな感じで次の種目が表示されます。よし OK。 次は右足しっかり伸ばす。ゆっくり外に開いて付け根を使ってぐーっと閉じる。左足は曲げておいても伸ばしておいても大丈夫です。限界まで開いて付け根を使って閉じる。空いてる手で付け根を触ると筋肉使う感覚が分かりやすいと思います。呼吸を止めないように意識をしましょう。腰が痛い人は左足曲げてる方が腰への負担が減ります。次の種目はこちらです。よし OK。 次は右の股関節をしっかり外開いた状態で付け根を使って真上に上げる。つま先は外を向けましょう。こう付け根にね手を添えると使っている感覚が分かると思います。付け根使う感覚ない人はつま先が外向いてない可能性が高いです。しっかり外向けて付け根を使って真上に上げていきましょう。呼吸を止めないように意識を続けましょう。よし OK。 次は両足を上げて右足だけ足パカします。で限界まで開いたら内もも使って閉じる。右の内ももを使ってます。もう一回限界まで開く。でもきつい人はこの状態でキープでももちろん OK です。よし内もも使って閉じましょう。よし OK。 腰が痛い人お尻の下に手を入れましょう。多少膝が曲がってももちろん OK です。付け根を意識して閉じます。よし OK。 次はもう一度足パカした状態で右股関節だけ内外にねじります。しっかりね付け根からねじってつま先が内外向くイメージです。でこれも難しい人はもちろんねじらなくても OK です。この状態でキープでも十分効果あります。頑張れる人はしっかり内外にねじっていきましょう。呼吸を止めないように意識し続けましょう。よし OK。 次は右足を曲げた状態で外に限界まで開きます。でここから付け根使ってぐーっと閉じます。もう一回いきます。膝曲げて外にしっかり開いてこの付け根を使ってしっかり閉じる。こう手でね付け根を触ると筋肉使ってるな、力入ってるなって感覚が分かりやすいと思います。ラスト1回呼吸止めずにいきましょう。しっかり内もも使いましょう。 OK です。次休憩のストレッチです。足裏合わせて股関節外に開きましょう。
こんな感じでところどころ休憩のストレッチを入れるようになってます。で、あくまでズボラストレッチなので、各種目の最後の10秒きつかったらサボって OK です。無理せずね、できるペースでやっていきましょう。ゆるーく外に広げるところまで開いて呼吸止めないようにしましょう。次、左足やっていきます。左足を右足に乗せます。左の付け根マッサージしていきましょう。左足に力が入らないようにして、膝のあたりから付け根のあたりまで指で揉んでみましょう。スマホを左手に持って、右手で左の内ももをマッサージしても良いと思います。やりやすいやり方を自分で探してみましょう。痛気持ちいいぐらいの強さで、硬いところを見つけたら入念にマッサージしてみましょう。よし、OK。次は左膝しっかり伸ばして限界まで外に開く。内もも使って閉じる。しっかり内もも使って上げ切る。限界まで開く。内もも使って閉じる。これ場所が狭くてここまで開けないよって方は無理なくね、開ける範囲で行いましょう。ラスト1回いきましょう。内ももを使ってる感覚あれば OK です。ラスト1回です。 OK です。じゃあ次は、左の股関節外にしっかりグッとねじりましょう。つま先外向けた状態で真上に上げていきます。このね、付け根を使う感覚あればそれで OK です。ここです。ここ付け根、こう慣れてくるとつま先上向いちゃうので、しっかり外にねじった状態で真上に上げる。きついですよね。この付け根意識しましょう。最後10秒、もちろんサボって OK です。 OK。 次、片足パカです。限界まで上げて左足限界まで開く。で、内ももを使って閉じる。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。限界まで開いてゆっくり閉じる。内ももをね、使うことが目的です。きつい方、もちろんこの開いた状態でキープでも OK、 膝曲がっても OK、 最後の10秒サボっても OK です。ゆっくり閉じましょう。内もも付け根使ってゆっくり閉じる。きついですね。頑張りましょう。しっかり最後まで閉じきる。よし、 OK。 そのままもう一回足パカして股関節内外にしっかりねじる。ねじるねじる。こうつま先だけ動かすって感覚じゃなくて、付け根からね、股関節回しましょう。多少膝が曲がってももちろん OK です。呼吸をね、止めないようにすることと、腰が痛い人、お尻の下に手を入れてお尻がね、床から浮くようにすると良いと思います。最後まで頑張りましょう。ねじる、しっかりねじるねじる。 OK。 次は左足だけ上げて膝曲げた状態で外に開きます。で、付け根を使ってグッと閉じる。この時ね、右足曲げてても伸ばしてても楽な方で大丈夫です。左の付け根を使うことが目的です。限界までしっかり開いて付け根を使う。これね、感覚難しいですよね。こうやって手で触ると、あ、内もも付け根力入ってるなって感覚が分かると思います。頑張りましょう。よし、 OK。 次、休憩ストレッチです。足を肩幅に広げましょう。こう左右にね、倒していきます。こう外ももが床につくぐらい倒しちゃいましょう。特にそんなきついストレッチじゃないので、呼吸を止めないようにね、休憩しながら股関節を動かしていきましょう。この次の種目からまたきつくなるので、呼吸を整えておきましょう。よし、次の種目いきますよ。よし、 OK。 足裏合わせて外に開く。しっかり伸ばしきる。外に開く。しっかり伸ばしきるときに膝と膝つけましょう。よし、しっかり外開く。伸ばしきる。外に開いて伸ばしきることが大事。伸ばしきるときに内ももを使います。そんなに急いでやらなくていいです。腰が痛い人、お尻の下に手を入れておきましょう。手を入れておくのが辛い人は、お尻の下にね、枕とかクッション入れると
すごく良いと思います。 OK。 次もきつい種目です。このまま足をクロスしながら上げていく。ゆっくり下ろす。腰痛い人はね、お尻の下に手を入れてもちろん OK です。内もも意識して、できたら膝を伸ばしてしっかりクロスしながら上げ下げします。呼吸止めないように意識することと、最後の10秒もちろんサボって OK です。呼吸止めないで最後まで頑張りましょう。内もも意識して OK。 次は足パカクロスです。膝伸ばして限界まで足パカしたらクロス、足パカクロス。できたら膝は伸ばしておいて限界まで開く。急がなくて OK です。限界まで開いてクロス、限界まで開いてクロス。膝は伸ばしておきましょう。もう後半戦かなりきついと思います。最後10秒遠慮なくね、休憩しましょう。最後まで完走することが大切です。次の種目休憩なので安心してください。 OK。 足伸ばして肩幅よりねちょっと広めぐらいに開きましょう。で、股関節内外にしっかりねじる。つま先を内にねじる、外に開く。この付け根からね動かすイメージです。呼吸をね止めないように意識続けましょう。次の種目からまたきつくなりますよ。 OK。 膝曲げた状態でちょっと足を浮かせて内ももをパタパタつけましょう。こんな感じです。そうです。このね内ももの付け根の筋肉使ってしっかり閉じる。腰が痛い人、お尻の下手を入れましょう。これ反り腰にも効果的です、この動画は。なのでね、反り腰の方もぜひ毎日の習慣にできると良いかなと思います。呼吸を止めないように頑張りましょう。よし OK。 このまま足伸ばしきる。ゆっくり足パカです。足パカ、限界まで足パカ、限界まで開いて内もも伸びる状態でキープしましょう。腰が痛い人はお尻の下に手を入れて、もうきつくて無理だって人はね、もう特別サービス、手でズルして OK。 これは内もも伸ばすことが目的なので手でズルしていいです。膝はできたら伸ばしておくとね、この膝のあたりまで伸びると思います。呼吸は止めないように意識しましょう。次の種目ちょっときついですよ。よし、このまましっかり曲げ伸ばし、曲げ伸ばし、しっかり伸ばしきると膝上の肉も撃退できます。しっかり伸ばしきる。ここ使う。限界まで開いて内もも伸ばした状態で伸ばしきる。きつい人、手でこうやってね裏もも持ってズルしましょう。伸ばしきる。呼吸止めないようにしましょう。最後10秒もちろんサボって大丈夫です。しっかり伸ばしきる。限界まで開いて伸ばしきる。伸ばしきる。ラスト1回伸ばしきりましょう。ぐっと伸ばしきる。 OK です。次休憩ストレッチです。足を肩幅よりも少し広めに開きましょう。内にねじる。片っぽずつですね、こんな感じで内にねじりましょう。この動画は15分間内もも付け根に効果があるものをまとめました。15分時間取れないって方はおすすめのね内もも付け根7分間の動画概要欄コメント欄に貼っておくので、時間がない方はそちらをぜひ習慣化してください。よし OK。 最後もう一回マッサージやっていきます。右足を乗せてこの付け根をねもみほぐしていきましょう。右足なるべく力抜いておきましょう。でこうやって指で揉んでもいいし、手のひらでこうさするようにマッサージしてもいいです。右足力入ってるとほぐれないので、なるべく右足がね楽な体勢作りましょう。起き上がった方が楽だったら起き上がって揉んでももちろん大丈夫です。よし、次逆足のマッサージしていきます。左足を右足に乗せます。よし、この状態で左の付け根マッサージしていきましょう。この次の種目で最後、内もも裏もものストレッチを行います。最初と最後にマッサージ入れる
最後に伸ばすストレッチ入れることで筋肉太りも防ぎながら内ももの付け根をね、脂肪を撃退して隙間を作ることができます。この動画はできたら、毎日朝昼晩3回できたら理想です。朝昼晩できない人は夜2回やっても良いと思います。 OK、 最後ストレッチやっていきます。足裏を両手で掴む、こんな感じです。裏もも内もも伸びれば OK です。お尻はついてても浮いててもいいです。裏もも内もも、ここ伸びるのが目的です。硬くてね、足裏つかめないよって人はこんな感じでももちろんいいです。伸びてればね OK です。呼吸最後まで止めないようにしましょう。ぜひね、15分時間取れない方はこの動画おすすめなので、ぜひ毎日のね習慣にしてみてください。 OK です。お疲れ様でした。次も寝ながら足痩せです。あと動画2つだけです。休憩しながらサボりながら一緒に最後まで頑張りましょう。寝ながら足痩せ15分で35種目やっていきます。まず両膝を曲げてかかとをしっかりグッと上げましょう。できる限り高くかかとを上げる、ふくらはぎの筋肉を動かしてます。この動画は20秒おきに種目が変わります。種目と種目の間がないので、次の種目がこんな感じで出ます。しっかりかかと上げましょう。次は内ももパタパタつけながらちょっとずつ足上げていきます。お尻をちょっと床から浮かせるイメージです。内もも使ってしっかり膝と膝つけましょう。次はこちらです。股関節を開く、伸ばしきる、開く、伸ばしきる、繰り返していきましょう。初めてやる方は難しいかもしれませんが、何度かやるとこの20秒おきにね種目が変わるのも慣れてきます。しっかり伸ばしきる、開いて伸ばしきる。次はこちらです。ゆっくり足パカ20秒かけて開いて閉じるやっていきます。まずは最初の10秒で開いていきます。 OK、 ゆっくり最後の10秒閉じましょう。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。そのままもう一回足パカクロスです。開いてクロス、開いてクロス。呼吸だけ止めないように意識しましょう。限界まで開いてクロス。次はこちらです。両膝を曲げておいて左右に股関節を倒していきます。こんな感じで、何種目かおきに休憩のストレッチが入ってますので安心してください。もちろん15分長いので途中でサボっても OK です。次の種目はこちらです。OK、 次足を揃えて股関節を広げる、内もも使って閉じる、広げる、内もも使って閉じる。内もも使う感覚わからない人は内ももに手を添えてみるとぐっと力入る感覚がわかると思います。次はこちらです。両膝を90度に曲げてちょっとお尻をぐっと浮かせます。ぐっと下っ腹使ってお尻を持ち上げるイメージです。もっと膝曲げてももちろん大丈夫です。お腹使ってる感覚あれば OK です。次はこちらです。膝曲げて伸ばしきる、足パカの状態で膝の曲げ伸ばしです。しっかり伸ばしきるとね、内ももと膝肉撃退できます。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。伸ばしきる、ぐっと伸ばしきる。よし、 OK。 このまま足パカキープです。きつい。しっかり膝を伸ばしきる、限界まで開く、股関節開く、これがポイントです。膝伸ばしきりましょう。呼吸は止めないように意識しましょう。次、休憩ストレッチです。膝を伸ばしたまま股関節内外にねじっていきます。ぐっとぐっと内側に入れる。ガニ股の方は内側に、内股の方は外にしっかり開きましょう。
よし OK。 次は両膝を曲げます。膝と膝つけたまま左右に倒していきます。膝が離れないように意識しましょう。呼吸も止めないようにしましょう。次こちらです。よし OK。 両膝曲げたまま右足しっかり伸ばす。しっかり右足伸ばす。伸ばしきると膝上の肉を撃退できます。伸ばしきる。しっかり伸ばしきる。余裕があれば伸ばしきった時、つま先手前に引いてみましょう。つま先手前に引くとより効果的です。ラスト1回。 OK。 次逆左足いきます。しっかり伸ばしきる。曲げて伸ばしきる。しっかり曲げて伸ばしきるときに膝上の肉を撃退してます。しっかり伸ばしきる。呼吸は止めないように意識しましょう。しっかり伸ばしきる。 OK。 次は右足を大きくくるくる回します。できる限り大きく外回しです。左足曲げておいて大丈夫です。しっかり膝を伸ばして外回ししていきましょう。よし OK。 次左足伸ばしきる。大きく外回ししましょう。できる限りね、大きく僕みたいに場所が狭い方はできる範囲で大丈夫です。できる限り大きく回す。股関節付け根から回すイメージです。呼吸止めないようにしましょう。次は休憩の万歳です。足伸ばして両手万歳です。ちょっとお腹とか脇の下伸びる感覚あると思います。ついていけない人はね、どんどんサボっても大丈夫です。1種目おきとかでも十分に効果あると思います。呼吸だけね、止めないように意識しましょう。次は右の股関節外に開いて内ももを使って足上げます。つま先をしっかり外向けて内もも使ってあげる。感覚わからない人は手で右の内もも触ると、力入ってるなーって感覚がわかります。しっかり股関節外に開く。つま先外向けるのがポイントです。左足いきます。つま先外向けて内もも使ってあげる。しっかり内ももを意識しましょう。こうやってね、20種目詰め込むことでもう股関節いろんな筋肉あるんですけど全部動くので、頑張って最後まで完走しましょう。 OK。 次両膝曲げて持ち上げてパタパタしましょう。ふくらはぎと裏ももに効かせてます。余裕があればちょっとお尻浮かせましょう。この次の種目はこの動きを股関節外に開いて行います。こんな感じですね。外に開いてパタパタ。できたらお尻持ち上げておくといいと思います。腰が痛い人はお尻の下に手を入れましょう。呼吸止めないようにしましょう。次足パカします。足パカバウンドさせましょう。多少ね、もちろん膝が曲がっても OK です。伸びてる方がいいですけどね、曲がっても OK。 こうやってバウンドさせましょう。きつい人はね、手使ってズルしても OK です。呼吸は止めないようにしましょう。次は休憩のドローインです。よし OK。 限界までお腹膨らませてゆっくり吐きましょう。あと5秒吐き切る。しっかり息吐き切りましょう。よし OK。 次両膝曲げてお尻をぐっと持ち上げます。裏もも、お尻の筋肉を使って持ち上げるイメージです。上がらないよって人はね、手を使ってズルしてもちろん大丈夫です。お尻、裏ももの筋肉使えてるか触ってみましょう。よし OK。 次は両膝曲げて左右にねじります。ぐっとねじるとき肩が浮かないようにしましょう。左右にねじる、肩は浮かない。ちょっとお尻をね持ち上げておくとよりお腹に効いてきます。この次は軽めに自転車こぎです。この体勢のまま自転車こぎやっていきましょう。
後半にね、きつい自転車こぎ待ってるので、これは軽めですね。準備運動みたいに軽く呼吸だけ止めないようにね、意識を続けましょう。軽めでいいので大きく回すといいと思います。よし、次足つきましょう。次は、股関節回し、右足です。こうやって大きく外回ししていきましょう。こう前もも使ってあげるってよりかは、股関節、付け根、下っ腹、この辺り使って大きく回していきましょう。よし、OK。次、左足。股関節、付け根から大きく外回しです。呼吸を止めないように意識を続けましょう。よし。できる限りね、大きく回しましょう。痛みある方は痛みない範囲で回しましょう。ゴリゴリなるのは痛みなければ OK です。次、両膝曲げて右に倒します。左で万歳しましょう。お腹、脇腹伸びると思います。しっかり膝と膝つけてぐっとね、外ももが床につくように倒しましょう。呼吸止めないようにしましょう。次、逆側いきます。揃えたまま左にねじります。しっかりこう膝と膝をつけておいて左にしっかり倒す。右手をね、こうやって上げるとより効果的です。呼吸は止めないように意識を続けましょう。次は片足で足パカです。両膝伸ばして右足足パカ、右だけ足パカ、結構きついですよね。限界まで開いて内もも使って閉じる。限界まで開いて内もも使って閉じる。ラスト1回いきましょう。次、左足です。限界まで開いて閉じる。狭くてね、どっか当たっちゃうよって人は当たらない範囲で OK です。腰痛い人、お尻の下に手を入れましょう。余裕がある人はね、手を使わずにお尻持ち上げておくと下っ腹にも効きます。ラスト1回いきましょう。次、このままタッチしましょう。できたら膝伸ばしてね、タッチ。もう僕みたいに疲れてダメだって人は手でサポートして OK です。もうサポートっていうかズルですね。できたらね、こう膝と膝しっかりつけましょう。きつい。この次、休憩ストレッチです。よし、 OK。 両膝を肩幅より広めに開いて片足ずつ内にグッとねじっていきましょう。できる限りね、内にしっかり入れる。呼吸を止めないように意識しましょう。休憩なのでゆるいストレッチです。次は両足揃えて外に開きます。これでパタパタ動かしましょう。こう痛みがない範囲で呼吸止めないようにね、外にゆるーくパタパタしましょう。次の種目はこの体勢のままでお尻を持ち上げます。よし、行きましょう。お尻の筋肉使ってぐっと持ち上げる。下ろす。持ち上げる。下ろす。上がらないよって人は手を使ってズルしましょう。こうお尻にね、力が入ってれば OK です。できる限り外に開いた状態で上げる。お尻使って上げる。よし、 OK。 次、ふくらはぎのマッサージです。左足を右足に乗せます。空いてる手でふくらはぎ掴んで大きく足首回しましょう。スマホ見ながらやってる人はね、こう片手でスマホ見て、持ってない方の手でね、ふくらはぎ掴んで回しましょう。ふくらはぎ足首のストレッチです。よし、 OK。 次、逆足いきます。ふくらはぎを痛気持ちいいぐらいで掴んだ状態で足首大きく回していきましょう。呼吸だけ止めないように意識を続けましょう。次、この体勢のままでお尻持ち上げます。ぐっと。今右足上に乗せてるので左のお尻を使って持ち上げるイメージ。左のお尻使って持ち上げる。限界まで持ち上げる。できない人はね、手を使ってズルしましょう。よし、 OK。 次、逆足。左足を上に乗せて持ち上げる。この時は右のお尻、裏もも使ってます。もちろん
手を使ってずるしてもいいし、もう残り10秒ね、サボってももちろん OK です。もうここまで頑張った時点でかなり効果あります。ぜひね、ビフォーアフターでメジャーがある方は太ももを測ってみましょう。次、自転車です。これはですね、さっき軽めだったんですが、もうちょっときつめにいきましょう。できる限り大きく、速く、さっきよりちょっときつめです。この次が超きつめです。あと5秒、超きつめいきますよ。呼吸止めないようにしましょう。よし、超きつめいきます。できる限り高い位置で大きく回す。お尻はね、ぐっと浮かせる。腰痛い人、お尻の下に手を入れても大丈夫です。できる限り高い位置で大きく、速く回す。頑張りましょう。うわ、きつい。呼吸止めないように意識しましょう。きつい。頑張って。よし、オッケー。最後、大きくドローインしておしまいです。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹を膨らませる。ゆっくり吐きましょう。これでおしまいです。ふーっと吐いて吐き切る。限界まで吐いて、よし、OK。お疲れ様でした。できる方は朝昼晩3回できるといいです。一度起き上がって座りましょう。ベッドの上でも大丈夫です。次で最後の種目です。ここまでよく頑張りました。最後だけ僕と一緒にもう少し頑張りましょう。不快のお腹周りはひどいことになってます。この15分チャレンジで1週間後ビフォーアフター見せてみせます。こんにちは、深です。スマホ見ながらあぐらをかいて15分間一緒に頑張りましょう。左手を斜め上に伸ばします。限界まで伸ばしきる。右手を斜め上、限界まで伸ばしきる。脇の下、脇腹あたりが伸びてれば OK です。早くやることよりも限界まで伸ばしきることが大切です。で、どの方向が正解っていうのはないです。真横に倒したりとか、斜め前に倒したりとか、自分がね、伸びる方向を探してみましょう。広背筋という背中の大きい筋肉を伸ばしています。ラスト1回大きくぐっと伸ばす。次は手を肩に添えて大きく回していきます。肘をできる限り高く上げる。ゆっくりでいいので大きく普段動かさない範囲まで動かしてみましょう。後ろから見るとこんな感じです。この時に肩甲骨をぐっと寄せる。限界まで肘を上げて肩甲骨をぐっと寄せる。限界まで上げて肩甲骨寄せる。反り腰の人はね、反りすぎると痛くなっちゃうので、腰に痛みがない範囲で行いましょう。次は頭の後ろで手を組みましょう。そのままぐっと猫背を作る、反らせる、繰り返していきましょう。猫背を作る、反らす、猫背を作る、反らす。この猫背の時はね、骨盤からぐっと倒しちゃうといいと思います。反らせる。腰に痛みがある方は痛みない範囲で大丈夫です。もっとね、ゆっくりでも大丈夫です。普段動かさない範囲までゆっくり曲げる、反らす、繰り返していきましょう。ラスト1回ゆっくり反らします。 OK です。次は頭の後ろで手を組んで、右手で右膝タッチ、左手で左膝タッチ。もちろんね、肘が膝につかない方、つかなくても大丈夫です。できる限り近づければ大丈夫です。足は動かさないで肘だけ動かすイメージで行いましょう。脇腹の筋肉をね、伸び縮みさせています。呼吸は止めないように意識を続けましょう。しっかりつける。ゆっくりで大丈夫ですよ。 OK。 次このままちょっと難しいです。左肘で右膝タッチ、右肘で左膝タッチ、繰り返していきましょう。これもちろんね、硬い方つかないと思うんですが、ねじる動きが大切です。左肘で右膝に触ろうとすればいいです。つかなくても膝にね、触ろうとねじれてればいいです。こう首とか腰痛みがある方は痛みない範囲で行っていきましょう。きつい。ちゃんと戻ってからねじる。 OK です。次クロールしていきます。このままですね、大きくクロールで、これ結構スペース使うので、もしこのスペース取れない方はさっきのね、この状態で前回しても大丈夫です。普段動かさない範囲で大きく動かすってことが目的です。大きくクロール、
クロール。これ肩痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。ゆっくりできる限り大きくです。 OK です。次、ちょっと休憩ストレッチです。右手を床につけます。肘もついちゃいます。左手万歳します。左の脇腹、脇の下をストレッチかけてます。ここ伸びてれば大丈夫です。今僕真横に倒してるんですが、ちょっとね斜め前に倒してもいいですし、もっと前倒してもいいです。これ広背筋っていう筋肉を伸ばしてるんですけど、すごい大きい筋肉でいろんな方向ついてますので、どの方向が正解ってのはないです。強いて言うなら真横、斜め前、もっと前、3方向ね行うといいと思います。次逆、左手左肘を床につきます。右手を万歳して斜め横、右手を上げていきましょう。この指先をねなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすイメージです。呼吸を止めないようにしていろんな方向でやってみましょう。真横もぐーっとゆっくり呼吸を止めないように意識を続けましょう。次、背中の筋肉を動かしていきます。後ろから見せます。万歳して手のひら外向けながら肩甲骨寄せる。万歳して手のひら外向けながら肩甲骨寄せる。限界まで万歳、ぐっと寄せる。これ普段動かさない動きをするってことが目的なので、できる限り高く、できる限り肩甲骨しっかり寄せる。スピードは重要ではないです。しっかり上げる、肩甲骨寄せる、繰り返してやっていきましょう。グッと OK。 次は頭の後ろで手を組んで肘同士をグッとつけるイメージで丸める、逆に開く。横から見せますね。グッと丸める、開く、丸める。これは肩甲骨を動かすことが目的なので、背骨をねこうそんなに丸めなくてもいいです。丸めてもいいですが、このままで十分だと思います。グッと肘と肘つける、離す。これ肘同士はつけるイメージです。僕も肘と肘つかないので、限界まで肘と肘近づけて限界まで離す。ラスト1回つける、ゆっくり離す。 OK。 次は長座。この状態でですね、膝曲げていいので手をこうやって掴みましょう。で足で手をグッと押す。わかりますかね。手を掴む。で足で手を押すんです。グーッと。手はね自分の方にグッと引く。足は向こうに向かって押す。背中とか腰が伸びてれば OK です。きつい。これよくわからない方、ただの長座のストレッチでも問題ありません。 OK。 次はですね、こう体育座りの状態で裏ももをつかみます。で骨盤を後ろに倒す。ぐーっと。で頭下げて背中を丸める。こう背中全体、腰とかね伸びてれば OK です。ポイントはこうやって猫背をわざと作ること。ちょっとお腹へこますイメージで頭下げましょう。首が痛い方は首痛くない範囲でね行いましょう。余裕がある方、もうちょっと膝をね伸ばして行っても良いと思います。OK。 次はですね、左手で右肘グッとつきます。左手で右膝つく。さっきよりね片手でやる分きついと思います。グッと。右手は楽な位置で大丈夫です。左肘を右膝につける。きつい。つかない方ね、もちろんつかなくても大丈夫です。できる限り肘と膝を近づけることが大切です。つける。 OK。 次は左手だけこの状態で左肘をグッと上げる。右手はねこうやって床についてて大丈夫です。でこれ体を倒すっていうよりも肘だけ上げるイメージですね。肘だけ上げる、肘だけ上げる。これだとちょっと違いますね。肘だけ上げるイメージです。肘だけ、ここ伸びてればいいです。脇の下とか脇腹あたり。肘だけ上げる、肘だけ上げる。次これ右手いきますよ。右手を後頭部につけて右肘を左膝タッチ、右肘左膝タッチ。
これ多分左右差ある方ね、いると思うんですけど、ゆっくりで大丈夫です。この時左手はね、床ついてて大丈夫です。で、僕結構速いペースでやってるので、こんな速くなくてもいいです。ゆっくりでいいです。もちろんね、長いので最後の10秒サボってもいいですよ。しっかりできる。きつい。ラスト1回。OK。次。右肘上げる。体を倒すっていうよりも、肘だけ上げるイメージ。肘だけ上げる。きつい。肘だけ上げる。肘だけ上げる。しっかり肘だけ上げる。もちろんサボって大丈夫ですよ。OK。次休憩ストレッチ。ちょっと首回します。もう手はね、自由にして、首ぐるぐるーっとこう一周させましょう。反対回し。こうやって上げた時にここ前面伸びると思います。もうきつい方ね、ちょっと休憩しててもいいです。首を大きく回す。ちょっと休憩しましょう。首のストレッチ、これね、首痛みある方、無理して回さなくてもいいです。この種目休憩でも大丈夫です。次、お腹のストレッチいきますよ。右手を床につきます。で、ちょっと斜め後ろにつきましょう。斜め後ろについて、左手を斜め後ろに上げる。お腹、脇腹伸ばしてます。ちょっと横から見せるとこんな感じです。真横よりもちょっと後ろについて、こんな感じ。左のお腹の前面伸ばしたいです。で、あんまりこう肩がすくんじゃうと首疲れちゃうので、肩はね、すくまないようにして、ちょっと斜め後ろに倒れるイメージ。OK。次、逆方向いきましょう。左肘を斜め後ろについて、ちょっと斜め後ろに倒す。右のお腹の前面伸ばしてます。いまいち伸び感ない方はね、余裕があれば指先もっと遠くにぐーっと伸ばすと、お腹の前面、脇腹あたり伸びてくると思います。呼吸を止めないように意識しましょう。どんどんね、サボって大丈夫です。OK。次、肩甲骨回しいきます。手を肩に添えて、さっきと逆回し、前回しですね。これもできる限り大きく回しましょう。後ろも大きく。肘は限界まで高く上げて、前に回す。ゆっくり大きくです。肘は限界まで高く上げて、前に持ってくる。呼吸は止めないように意識を続けましょう。最後10秒ね、どんどんサボりましょう。これできる限り大きく回すのがポイントです。スピードはね、重要ではないです。極端な話、30秒でゆっくり1回回しても僕はいいと思います。次、お尻のストレッチ。ちょっとねじり板です。右足を左足、こっち側に持っていきます。で、体を右にねじる。こんな感じです。左手で右足を押さえてます。ぐーっと。こっちにねじります。で、これはですね、右のお尻伸びてれば OK です。上半身ねじってるんですけど、お腹とかね、背中伸びる感じそんなにないと思いますが、十分ねじれてます。大丈夫です。で、お尻って人の体で一番大きい筋肉なので、どの種目やるにしても絶対お尻のストレッチ入れた方がいいです。OK。次、逆足いきます。左足を右こっちに持ってきて、右手で左足を押さえる。左に体をねじります。左のお尻伸びてれば OK です。これぜひね、お尻の筋体積とか調べてみてほしいんですけど、もう肩周りの筋肉のね、多分下手したら7倍、8倍、9倍ぐらいお尻の筋肉、大臀筋って体積あるので、もうそれぐらいね、こう全身への影響度が高い筋肉なので、お尻のストレッチだけの動画もあるので、それを毎日やったりするとめちゃめちゃいいと思います。次、正座しましょう。このまま前に倒れる。これやりたいこと、腰を丸めるってことがしたいので、かかととお尻はつけておいて、前に倒れられない人は、これだけでもね、十分腰丸まってます。こんな感じでもいいですし、余裕がある人はべちゃーっとしちゃいましょう。かかととお尻はつけておく。お腹が苦しい人は、
ちょっとね、こうやって足広げて、こんな感じでもいいですね。OK。次はですね、この今の体勢のまま、右手を左に伸ばす、左手を右に伸ばす。見えますか？こんな感じです。クロス、クロス。これはスピードよりも限界まで指先を遠くに伸ばす。斜め前に限界まで伸ばす。スピードよりも限界まで遠くに伸ばすことが大切です。呼吸は止めないように意識をしましょう。もちろんサボっても大丈夫です。限界まで伸ばす。 OK。 これで最後の種目、万歳してきます。あぐらでも正座でも大丈夫です。万歳して戻す。万歳。このね、全面全体伸ばしてます。限界まで大きく万歳。これ腰痛い人ね、反りすぎないようにしましょう。限界まで反らせる。僕もね、どうしても甘いもの大好きで、モンスター、ホワイトチョコ、ポンデリング、ラーメンたくさん食べちゃうんで、こうやって毎日運動してます。水分ね、たくさん取るようにしましょう。毎日2リットル目安で、皆さん最後までできた方、目標をコメント欄に書いてください。何でもいいです。僕も目標書いておきます。 OK。 お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。でね、概要欄にこの視聴者さんのインスタのダイエットアカ貼ってますので、ぜひ興味ある方ね、見に行ってみてください。こう心境の変化とかね、食事どうしてたのかなとかも書いてますので、ぜひ見てみてください。ただね、直接 DM とかはすごい迷惑になっちゃうので、お控えください。